お坂部姫。昔、播磨の国姫路城当主木下家定に仕えた滝本又三郎という若侍がいた。この又三郎はまだ新参者で無口だったが、人当たりもよく仕事もよく勤め上げていた。だが目の奥に鋭く光る眼差しを持った又三郎は同輩からどことなく怪しまれていた。ある日、姫路城の天守に夜な夜な妖怪が現れるという奇妙な噂が立った。そんな中、妖怪も幽霊も意に介さない又三郎は自分から四番の役を買って出た。妖怪か、面白い、良い腕試しになるな、とさえ思っていた。夜が更けると又三郎は提灯を片手に一人で天守へ向かった。重く閉ざされた城の扉を開くと、中は暗闇に包まれ静まり返っている。提灯の明かりに照らされた上階へと続く階段はぼんやりと照らされ、まるで冥府へ続く穴のように大口を開けていた。又三郎はゆっくりと階段を上った。階段は一段一段と上るごとに不気味な音を立て、闇の中へ消えていった。一階二階と何事も起こらなかったが、天守へ続く階段に差し掛かった時、突然一陣の風が吹いたかと思うと、激しい炎が周りを取り囲み、城はガタガタと揺れ出し、地鳴りや雷が轟いた。又三郎はとっさに身構え、刀に手をかけた。途端にピタリと炎は消え、轟音も止んだ。あたりは何事もなかったように静まり返り、以前と変わらぬ闇が広がっていた。又三郎は妖怪の仕業と警戒しつつも、暗く大口を開けた天守への階段を上った。天守へ着いた又三郎は辺りを見渡したが、ただそこには漆黒の闇があるのみであった。提灯の明かりにわずかに浮かび上がる天守は、まるで水鏡のように静まり返り、照らされた明かりの縁から覗く暗闇が又三郎を見つめていた。どれほどの時が経ったのか、又三郎が眠気に襲われ、うつらうつらしていると、渦巻く闇からコウモリがバサバサッと飛び立ったかと思うと、立ち上る煙のように女が現れ、又三郎に言った。我は東条の守護神、お坂部姫なるぞ。天守の妖怪どもは汝の太刀に恐れをなし、逃げ去った。その甲を目で褒美を取らす。この宝剣を受け取られよ。と白木の箱を差し出した。又三郎が白木の箱を受け取ると、女は煙のごとく闇の中へ消えていった。夜はもう
開けようとしていた。又三郎は事の次第を組頭に告げ、女から受け取った白木の箱を手渡した。ところが、この白木の箱に入っていた宝剣は、郷野義弘という名刀で、城の蔵から紛失していたものだった。又三郎は盗みの疑いをかけられ、御前へ呼び出された。御前では家臣が居並び、重々しい空気が漂っていた。いよいよ戦議が始まろうとしていた時である。おお、そなたは宮本武蔵殿。一人の家臣が驚きの声を上げると、戦議の場にどよめきが起こった。二刀流で名を馳せていた名剣士宮本武蔵は、すでに人々の間に知れ渡っていたのである。武者修行のために名を伏せ、ただの若者を装っていた武蔵は、こうして見出され、なるほど、武蔵ならば、天守の妖怪も恐れをなして逃げ出すだろう、と疑いは晴れ、代わって簡単の声が広まったのである。このあらぬ疑いをかけられた宝刀郷野義弘は、お坂部姫に化けた狐が武蔵を城から追い出そうと仕掛けた罠であった。後にこの狐は武蔵の寝首をかこうと中山金吾と名乗る少年に化け、武蔵の弟子となったが、怪しんだ武蔵は正体を暴き退治したということである。